今からおよそ1800年前、蜀の北に一つの壁がそびえていました。その名は剣閣です。山が裂けて道が断ち切られたような絶壁の要塞。ここを越えられる軍なんて本来いません。そしてこの剣閣を守っていたのが蜀の名将、姜維。彼は迫り来る魏の大軍を完全に止めていました。それなのに蜀は滅びてしまう。今日はその理由を地図を使って読み解いていきます。剣閣。剣閣は漢中から成都へ向かうルートの要衝にあります。北から蜀へ攻め込む軍は山脈に阻まれ、実質この狭い通路を通るしかありませんでした。つまり剣閣は蜀の北の玄関口であり、絶対に落ちてはならない場所でした。剣閣の地形は軍事的に見ても異常です。狭い山道がずっと続き、両側は絶壁。上からの攻撃が圧倒的に有利です。その硬さは、兵1000人で兵10万人を止められる、と言われるほど。まさに、三国志最強の天然要塞でした。紹介軍、約12万、脅威軍、約4万、約3倍の差にもかかわらず、脅威は商海を完全に止めていました。商海は何度攻撃しても突破できず、兵糧不足で撤退を考えるほど追い詰められました。つまり剣閣の戦いは、脅威の勝ちだったんです。正面からの戦いでは、蜀は滅びようがありませんでした。では、なぜ蜀は滅んだのか。理由はただ一つ。当該が道なき道を突破したからです。彼らが進んだのは、数百キロにわたって続く断崖絶壁の山岳地帯。岩を削り、崖にしがみつきながら進む、常識外れの強行軍でした。この時、当該は60代後半にもかかわらず、毛布で体をくるみ、崖を転がり落ちて下山した。そんな伝説まで残っています。そして当該軍は、そのまま蜀の中心部へ突入。皇帝は降伏し、蜀は滅びました。その瞬間、剣閣を守りきっていた脅威は孤立し、戦う意味を失って降伏するしかありませんでした。剣閣の戦いは、脅威が負けた戦いではありません。むしろ、脅威は勝っていました。しかし、正面からは絶対に敗れない要塞を無視し、道なき道を越えてきた当該の奇襲によって、歴史は大きく動きました。これはまさに、地形が歴史を変えた典型例です。剣閣は、三国志最強の天然要塞。そして、脅威は、剣閣で3倍の商海軍を完全に止めていました。しかし、国は滅びました。もし、当該が、道なき道を突破できなかったら、もし、商海が撤退していたら、蜀は、あと数年は存続していたかもしれません。歴史は、道なき道によって変わったのです。